はようございます。ビエンです。私は毎月2、3回旅をしております。そして今回の行き先は山口県岩国市でございます。岩国市は山口県東部に位置し、島根県と広島県に隣接しております。海にも山にも恵まれた人気の観光地で、特に錦帯橋が有名です。また山口県最大の河川錦川が流れております。東京からのアクセスも良く、観光エリアの近くには岩国錦帯橋空港があります。羽田空港から約90分で移動できます。ちなみに岩国錦帯橋空港という名は一般公募により決定されたそうです。新幹線の停車駅もあり、新岩国駅へは広島からだと約15分、新大阪からだと広島経由の乗り継ぎはありますが、最短1時間40分でアクセス可能です。今回はそんな岩国市を一人旅で巡りました。定番スポットも穴場スポットも堪能できましたので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。超早起きで羽田空港にやってきました。6時40分発の岩国行きで向かいます。爆睡してたらあっという間に到着しました。人生初の岩国錦帯橋空港でございます。今回もタイムズカーシェアを使ってドライブ旅をしていきます。でちょっとね、空港から遠いんですよね。700メートルくらいになってるんですけど、送迎が使えないらしく歩いていくことになりました。なんかすごい、なんかいっぱいいる。なんこれ、めっちゃいる。めっちゃいるよ。なんか見たことない光景だったのでぼーっと眺めてしまいました。ということで無事カーシェアゲットしました。人生初の山口県岩国市出発。今回も本当初っ端から有名どころメインで回ってくって感じですかね。初めて来たっていうのもあるんですけど、錦帯橋渡ってで公園抜けてでロープウェイ乗って岩国城っていう感じで橋から城まで観光して、でお昼ご飯って感じで回ろうと思います。おー、川渡ります。これあれかな、錦川。いや、なかなか眺めが良きです。綺麗だね。なんか街が、空港もめっちゃ綺麗だったんだよね。駐車場まであと 1.4 キロでございます。すごいね。ちょっと進んできたら景色がいい。前回高知県で、前々回が山口県の下関と美祢市と長門市と、西側ですね、観光したんですけど、東側岩国市もまた違った景色でいいですね。だいぶ紅葉も進んできてね、綺麗ですね。看板出てきました。錦帯橋が500メートルですね。どんぐらい混んでんだろうな。なんか外国人で混んでるイメージがあるんですけど、でも飛行機はね結構空いてたんですよね、朝で。この左手に広がっているのが錦川ですかね、確か。めっちゃ綺麗だね。橋見えてきた。これ駐車場っぽいね。よいしょ。すごい。川がめっちゃ綺麗。到着。結構混んでるね、やっぱり。駐車場はいくらなんだろう。先払いでいくらとかじゃなくて、普通にこれ無料。まさかの無料駐車場なのかな。こういう感じなんだね。早速橋を見に行きますか。本日最初にやってきたのは岩国市を代表する観光名所錦帯橋でございます。平日の朝からたくさんの人が訪れております。こんな感じでちょっと離れた場所から見た方がよりアーチが美しく見えます。錦帯橋は世界的にも珍しい木造アーチ橋でございます。また日本三名橋の一つにも数えられております。橋の長さは約193メートル、幅は約5メートルだそうです。山の上には岩国城が見えます。錦帯橋と錦川と山のコラボが最高でした。錦帯橋の通行料金は往復大人1人310円でございます。セット券も販売されており、錦帯橋とロープウェイと岩国城の3つがセットで970円でございます。ということで人生初の錦帯橋を渡っていきます。思ったよりも傾斜があるので雨の日とかはね滑りそうな雰囲気でしたね。もともとここは1673年に橋を架けたんですけど、洪水ですぐ流されてしまって、その翌年すぐねまた再建したそうですね、橋が。でそれは276年間持ったらしいですね。ただそれも1950年の台風で流されてしまって、
でその後さらに3年後1953年に、市民の要望によってまた再建されてって感じらしいですね。すごい、こっちの景色もめっちゃいいね。錦帯橋そのものも美しいんですけど、この錦川の景色もめっちゃ良かったですね。平日の朝だったら数人しかいないかなと思ったんですけどね、想像の10倍くらい人が多かったですね。奥の方に見えるのが駐車場でございます。結構な台数が駐車可能なので、平日だったら止められないってことはないと思います。ロープウェイがあそこか。やっぱ朝一はこういうところ歩くに限りますね。いやマジで景色いいわ。この辺をねずーっと歩くのもいいですね。こっちも綺麗だね。川がめっちゃ綺麗。おー、そして橋を渡ると、よいしょ、渡りました。でこれで公園を抜けてロープウェイ乗って、でお城ですね。橋を渡った先にお店がいくつかあり、レンコンのお店とウイロウのお店がありました。今の時期限定で栗のウイロウがあるそうです。3本入りで380円なので後で食べてみようと思います。そしてここからは亀甲公園が続きます。公園の先にロープウェイ乗り場があります。さすが人気の観光地です。ここから歩いて行ける距離だけでたくさんの観光スポットがあります。こうやって見ると岩国城なかなか遠いね。紅葉の時期とかすごい混みそう。もう若干もう真っ赤ですね、もみじは。いい感じ。空が青いからマジで映えるわ。ロープウェイを使わずに登山道から岩国城にも行けるんですね。2430メートルってやばいね。おお、なんか噴水があるね。お、すごい。なんかこれもなんだろうこれ。お城の扉みたいになってるね。こっち行くとカフェもあるんだね。錦帯橋カフェと、白蛇の館。こっちまで来ると一気に人が減りましたね。橋をね渡った先のお店くらいまでは結構人いたんですけどね。なんかそろそろさ出発するんじゃないかな。あれ人が乗ってます。出発しちゃった。いってらっしゃい。ここ自動販売機もありますね。ちょっとホットドリンク買っとこうかな。山の上寒そう。ロープウェイは15分ごとに発車します。ロープウェイ乗り場の隣には亀甲神社や白蛇の館があります。そしてロープウェイの時間になりました。だいたい5分前くらいに出発の案内があります。どうぞ。すみません。この度は岩国城ロープウェイをご利用いただきありがとうございます。このロープウェイは全長412メートル、高低差172メートルの間をおよそ3分で運行しております。城下町岩国は1600年、吉川広家公がこの地に城を築いてから城下町として栄え、現在では山口県東部の観光と工業の町として発展しています。数多い史跡名所が点在している岩国城。あっという間に登ってきました。錦帯橋があんな遠くに見えます。ロープウェイの駅から岩国城までは約300メートル、歩いて8分だそうです。道が2つに分かれており、広い道と山道があるそうです。せっかくなので山道で進んでいきます。こういう感じか。雨上がりだからちょっと山道を選んだのは失敗かもしれん。岩国城までの所要時間は広い道でも山道で行っても同じらしいですね。8分くらいなので、普通に考えたら広い道から行った方が無難ですかね。ロープウェイは結構混んでたんですけどね、ここの道は誰もいなかったっす。でも一人旅とかだったらこっちの方がねのんびり歩けるので良かったですね。こっちすごいね。なかなかの山道。広い道だとこっからまたつながってんだ。平坦と階段あり。思ったより道は険しいんですけど眺めはかなり良かったです。
いやー、すごい道だ。で、こっから階段ですね。こっから階段続いて登ったら岩国城ですかね。今ここでロープウェイからこうやって歩いてきて、あっという間にここですね。で、天守閣がこっちか。ラストスパートは上り階段です。山道からの長い階段なのでなかなか足が鍛えられました。そしてついに岩国城が見えてきました。岩国城は初代岩国藩主吉川広家によって1608年に作られたそうです。しかし築城後7年で取り壊されてしまったため、現在のこの天守は1962年に再建されたものだそうです。天守閣の中には武具や甲冑などが展示されております。こんな感じで刀の展示がかなり多かったです。こちらには鉄砲の展示もありました。岩国城の歴史についての展示もあります。そしてここにはタイムカプセルもありました。1973年の錦帯橋創建300年祭を記念し収められたそうです。さらに上の階には錦帯橋の模型も展示されていました。他にも様々な展示があったので、ぜひ足を運んでみてください。そして最上階にやってきました。錦帯橋と錦川がとても美しく見えます。下から見る錦帯橋も良かったんですけど、この距離で見た方がより美しさが際立ちます。ありがとう岩国城。そして帰り道は広い道を歩いたんですけど、めっちゃ歩きやすかったので絶対こっちの方がいいと思いました。そしてここには何とも不思議な形をした木があります。ここは岩国城の築城の際に一緒に作られたそうです。また非常時の武器弾薬等の収納や落城の危機にさらされた場合の脱出口を備えた井戸でもあったそうです。でこれがさっきの道か。特にね、あえて山道を行きたいとかじゃなければ普通に広い道で来た方がいいですね。さっきの行きがさ、ちょっと山道で凸凹だったからとても歩きやすい。そしてロープウェイ乗り場の近くには時計台があり、なんかイベントが始まりました。次はロープウェイで下って、さっきの亀甲公園の隣の方にですね、紅葉が綺麗な公園があるとのことで早速向かいます。大正11年に白蛇を展示しています。下まで降りてきました。ちなみにロープウェイ乗り場の近くにはカフェと白蛇の館があります。すごい噴水、さっきなかったのに、あれか、時間帯で違うのかな。すごー。そして看板が見えてきました。続いてやってきたのはもみじ谷公園でございます。紅葉シーズンまだかなと思ってたんですけど、結構赤くなってますね。とても素晴らしい景色が広がっております。すごい。なんか久々に見たからかぼーっとしてしまいました。やばい、なんかちょっと雨降ってきたぞ。まさかの雨かよ。すごいもみじ綺麗。さらに奥まで進むと赤と黄色が混ざっていい感じのグラデーションになっております。しかし悲しいことにね、このタイミングでまさかの雨が降ってきてしまいました。しかも結構強いんですよね。雨でも撮影を続ける人と、小走りで駐車場に戻る人と、こんなこともあろうかと思ってたぜとね、傘を広げてる人と様々な人がいました。いや、こういう時って結構性格出ますよね。錦帯橋の近くの車の中に傘を置きっぱなしなので最悪でした。雨が強くなってしまったので、すぐダッシュして戻ってきました。まさかの雨っていうね。そしてまた錦帯橋を渡って戻ります。いや、ちょうど雨やんだわ。めっちゃ川きれい。
うわー、さっきのさ、もみじ谷公園で晴れてほしかったな。通り雨だったのか。ちょっと待てばトイレ休憩とかしてれば晴れてたかもしれなかったな。急いで戻ってきたのに、ここに来てまさかの晴れてきました。でこっちにいろいろね、飲食店とかあるらしくて、事前に電話してね、営業中とのことだったので、そちらのお店に向かいます。お店に到着しました。電話した感じだとね、並列はね全然混まないから大丈夫よって言われたんですけどね、めっちゃ混んでましたね。お店の人もバタバタしてて、入店しても気づかないレベルだったんで、ちょっと諦めました。2人で多分ね、お店2人でやっててね、バタバタしてて 3,40 分待ちそうだったんで、ちょっと諦めますわ。めっちゃお腹減ってたんで、どうしようかなと思って駐車場に向かっていると、なんとね、駐車場の向かいら辺にですね、お店を発見しました。パンサーというそうです。お店の中に入ると、本日はテイクアウトのみみたいな表記あったんですけど、なんかテイクアウト用のものを買って店内のテーブルで食べれるんで、お店の中で名物の岩国寿司とコロッケをいただきます。この岩国寿司は江戸時代に岩国藩主吉川公に献上して喜ばれたという言い伝えから、殿様寿司とも呼ばれるそうです。岩国城は山の上にあるため、運搬が便利な食べ物ということで考案されたそうです。ちなみにこのコロッケは岩国レンコンが入っております。そして岩国寿司美味しかったです。この錦糸卵と伝武っていうんですかね、この甘さと、あとレンコンのシャキシャキ感と、この酸っぱさっていうんですかね、酸味も結構あるんですよ。これがね、めっちゃ相性良くて、なんかパクパク食べれましたね。からのコロッケも美味しかったです。揚げたてだったんでね、めっちゃ熱かったんですけど、レンコンとのね、相性も良く、そんなにね、芋感もなかったんでね、なんかあっという間に完食してしまいました。ごちそうさまです。いやー、結構観光したつもりだったんですけど、まだお昼の12時過ぎでございます。錦帯橋を歩いてロープウェイで登って岩国城を観光して絶景眺めてからのもみじ谷公園で紅葉を見てからの岩国寿司。いやー、この辺に観光名所がねぎっしり詰まってるんで、車がない人でもね、岩国観光はかなり楽しめると思います。からの栗ういろう食べよう。矢印の部分からお分けください。これが3本入ってるんですよね。一人旅でもちょうどいいですね。3本飲んでて、ちょうどいいサイズ。なんかパパって食える感じね。しかも食べやすい。パッて開けるタイプだ。なかなか陽気ですね。いただきます。ちょうどいい。で次はですね、錦川がねすごい綺麗なので、ちょっと上流にまで登ってみようかなということで、錦川上流の奥の方に行くとですね、道の駅があるんですよ。ここから40キロほど山道ドライブというか、川沿いに登っていこうかなと思います。で道の駅まで行って、でそこで折り返してまたこの辺に戻ってきて、で今夜のホテルがですね、岩国市じゃなくて柳井市なんですよね。なので、海沿いドライブして南下していって、でホテル行ってって感じですかね。午後はもうがっつりドライブ旅で堪能していこうと思います。お昼までは徒歩観光といいますかね、割とこの半日観光だけでもね、なかなか満足度高いですね。前回がね、高知県一人旅で四万十川と、あと仁淀川と、秘境巡りといいますかね、景色のいいエリアをドライブ旅したんですけど、この錦川沿いもねすごい良さそうだったので、のんびりドライブ旅していきます。何キロぐらいだろう。30キロぐらい山奥の方行くと、蛇口橋、結構ね有名な渓谷があるんですけど、なんかね立ち入り禁止エリアがあったりとか、落石注意とかで、なんかちょっと一人だと怖いんでね、そっちはやめとこうかなっていう。ここは国道2号だそうですね。国道2号からの187号に入って、で道沿いみたいな感じですかね。すでに景色いいね。広島観光で宮島と岩国が、結構近いので、そこをセットで1泊2日で旅行する人もね、結構いるみたいですね。ツアーバス通ってますね。この川沿いのルートは多分ね、ずっと道が狭くなることとかはなさそうだったので、快適に運転できそうですね。これ左で岩国 IC 入り口で、右に行くと、2号で、この2号沿いに進んでいくと、川沿いにねどんどん上流の方に進んでいけるって感じですね。看板ありますね。こっから下関まで149キロもあるんだね。もう広島県の隣だもんね。たまたまね同じ時期に山口県2回旅行することになって、2週間前は下関
美祢市とで今回は岩国方面と、分けてね観光してるんですけど、国道187号入りました。これは道なりに進んでいく感じですかね。あれから少し進んでいい感じの道に出ましたね。川綺麗だね。車止める場所がないね。もうちょっと行った方がいいか。すごい、ちょっと良さげな場所に到着して、ちょうどね車止めるスペースもあったので一瞬車止めて撮影タイム。めっちゃ綺麗。すごい、なんかさこの辺が青いというかエメラルドグリーン、なんかめっちゃ綺麗で、この橋は一応車は通れるらしいですが、さすがに怖いんで歩きます。すげえ。風が強めでちょっと川のね水面が波立ってるというかね、波紋が出ちゃってるんですけど、でも綺麗だね。めっちゃ綺麗。深い。怖っ。こっち側いいね。素晴らしい景色です。でこっちもすごいんだよね。こっちもめっちゃ景色いい。360度こんな感じでございます。のどかだね。いや、これはさらに上流の方に進むのが楽しみになってきましたね。これなんて読むんだろう。錦川鉄道錦川清流線。鉄道もあんのか。電車から景色を眺めるのもめっちゃ良さそう。対岸にあるのが線路かな。でもうちょっと行くと第一チェックポイントですかね。ここかな。珍しい自販機があるらしいんですよ。よいしょ。Google マップの名前が気になって休憩がてらやってきました。錦帯橋あたりから19キロほど川沿いに進んだ場所にあります。ここにはうどんやラーメンの自動販売機があります。こことかすごいんじゃない？カメラで映るかな。結構いい感じなんですよね。橋発見。橋があったのと、なんていうのこれ、名桑駅。ここ車止めれるんじゃない？よいしょ。奥に見えるのが名桑駅で、紅葉も綺麗。めっちゃいい景色。これは超いい場所を見つけてしまったのかもしれません。すごい、めっちゃ景色。橋と川と紅葉と、そして奥に見えるね神秘的な駅の雰囲気がいい感じのコラボでね、とにかくめっちゃいい雰囲気の場所でした。錦川の美しい景色からの紅葉からの名桑駅。この向かいにも清流見晴市駅。すごい、あんな崖っぷちに駅がある。確かに良さそう。眺め展望台みたいなのもあるっすね。ただこの車道側からだと無理っすね。車止めるスペースがないわ。この辺にね止める場所があったら最高なんですけどね。道の駅まではあと12キロ。これ左行くとムーバレー、地底王国ムーバレー気になるね。やばい、なんかまさかのさ、ここに来て雨スコール聞いてないよ。山の方だから天気が変わりやすいのか、視界不良だよ、視界不良。全然水を弾かないね。とりあえずあれだね、雨がえぐいので道の駅行っちゃいますかね。そして道の駅見えてきました。これに入っていく感じですね。右が大型車で一般車が左。めっちゃ広い。そうだ、今日は火曜日で定休日なのかな。長い道のりを経て道の駅ピュアライン錦にやってきました。しかし本日は火曜日のため飲食店は定休日でございます。すごい、こっちにもあるわ。降臨。もしかしたら中に惣菜があってね、食べられるものありそうなので見てきます。惣菜売ってました。しかも電子レンジもありました。最高です。ということで道の駅で買ってきました。鶏天と牛すじが名物らしいっすね。なかなかボリューミーな牛すじ煮込み。牛すじ煮込み800円。鶏天これいくらだったっけ。2つで1280円ぐらいだっけな。1300円しないくらいだったんで、1人だとなかなかのボリュームぐらいの感じですかね。ということでまずは鶏天から。
うまっ。うわ、これソースなんかつけて食いたい。このままでもうまいけど、まあでもうまいね。山奥の方まで来てさ、鳥天があると思わなかったわ。レストランは定休日でやってなかったんですけど、惣菜が売っててよかったっす。からの牛すじ。なんかカレー食いたくなる味だ。久々に牛すじ食べたわ。うまっ。こんにゃくと牛すじと、結構肉多めっすね。このパックで800円でちょっと割高だなと思ったけど、肉の割合が多いので、まあ。電子レンジがあったんでね、あったかい状態で美味しくいただきました。ありがとう、ピュアライン錦。さっきね、食べてる時一瞬雨止んだんですけどね、また降ってますね。岩国駅方面といいますか、海沿いに出て、で海沿いから南下していって、柳井市に向かいます。ここの橋の景色もすごい。てか落ち葉がすげえ。すごい、めっちゃ景色いいじゃん。なんかこの橋がいい感じだね。いい味を出しています。雨でね、空は暗いんですけど、それでも綺麗な景色になっております。この階段でね、ちょっと下まで行けるんですね。やっぱこの道の駅ら辺まで来ると、よりなんていうんですか、岩がでかい岩が増えてきて、より神秘的な景色になってますね。ここはちょっとした滝になってます。ここめっちゃ綺麗。なかなかの絶景。特に観光スポット名はないんですけど、このふの谷橋っていう場所にあります。落ち葉の絨毯ができてしまう時期になってしまった。これは結構幅広いですね。普通に車で通れますね、この橋は。いや、こういうなんかちょっと廃墟感のある橋もいいですね。で、奥にここにも橋があるんですよね。すごい。で、ここはなんか錦川じゃないらしいですね。奥の方で2つに分かれてて、錦川と中之瀬川に分かれるらしいです。すごい、なんか神秘的。文明と自然の狭間みたいな。良き景色でしたね。ついにもう名前のない絶景スポットを探す旅が面白くなってしまったね。これだから旅はやめられないですよね。Google マップ見て、道路の感じをストリートビューで見て、で、これ川に近いなみたいな感じだったら、だいたい上流の方行けば景色いい説あるからね。だからこの電車に乗って景色見るのも良さそうだね。錦川清流線ってもう名前からして絶対景色いいもんね。公園的なさ雰囲気じゃないこれ。これ何これ。開けたね。休憩スペースもあるけど、ちょっと雨降っちゃってるけど、ちょっと撮ってこよう。降りれんの？やばい、これまた怪我しそうで怖いぞ。これでまたこけたらシャレにならん。しかも雨だからね。さすがに学習したからね、絶対にジャンプはしません。ゆっくりと一歩ずつ確実に降りていきます。さすがにこけることはなかったんですけど、雨がやばいのと非常になんかね、クマが出そうな雰囲気があって怖いんだよね。一応さ、山口県ってクマの目撃情報あるよね。めっちゃ出そう。雨の音でかき消されて気づかずにクマと遭遇してしまうかもしれん。めっちゃ綺麗だね。雨降ってんのにこんな綺麗、すごくない？雨が降っても観光は諦めない。それが鼻炎旅行。逆に川ってさ、雨降ってる方が神秘的だよね。むしろレアな光景なんじゃないのこれ。素晴らしい。なんか獅子神様が出てきそうな雰囲気があります。雨ぐいて、こんなに雨降られちゃうとさ、分かりにくいんですけど、でも綺麗なんだよ。なんかすごい遭難した気分になるわ。すごいね、この木。もうターザンにさ、出てくるやつじゃん。雨やばい。雨えぐすぎ。ちなみに階段から降りてくると、この階段からのここ降りるんで、ちょっとこけないように注意ですね。上りは全然楽ですね。ちょっとこうやって上から見ても綺麗です。やばい、なんか雨が強いぞ。もともと晴れ予報だったのにこんなことあんの？早めにホテルチェックインするのもありか。割と神秘的な景色は撮れたのと、橋と城と名所は回れたから、割と満足はしたかなっていう。次のチェックポイントまであと18キロというところで晴れてきましたね。さっき晴れてくれよ。これ右手にあるのが、新岩国駅ですね。そしてこのタイミングでなかなか晴れてきましたね。西日が眩しい。
日の入りまではね、日の入りまであと40分くらいあるので、ギリギリ海沿いドライブは明るい時間にできそうではありますが、ちょっと危ないですね。思ったより交通量が多くて、なんか渋滞気味なんですよ。この橋すごくない？この左の橋は今も使われているのだろうか。ちょっと神秘的な橋を発見しました。でも止まる余裕はないですが、ちょうど車と入りましたね。でこのまま10キロくらいですかね。7、8キロで海に出るのかな。森ヶ原、結構新しいですね、このトンネル。森ヶ原第1トンネル、第2トンネルと第1トンネルに分かれてるんですね。第2からの第1通過します。そしてこのまま112号を進んでいって柳井市に入る感じですかね。前回の山口県ドライブ旅は、下関だったので、観光終わった帰りにね、西側の海沿いを走ったんでいい感じのサンセット見れたんですけど、今回はね海がね東側なので、明日は朝から、周防大島をドライブ旅しますので、ぜひねこの機会にチャンネル登録まだの方はチャンネル登録して明日の動画もご覧ください。そして雨に打たれ、雨の中山道ドライブを経て海にやってきました。来た海。いやー綺麗だね。雨も止んでなんか綺麗です。風もなんか弱まったかな。そしてね、もうちょっと行くとね、なんか海沿いキワキワの道に出るような感じなんですよ。ここもいいね。すごい。でこの海沿いキワキワ、あれか、これ線路だね。広島ドライブ旅した時もこんな感じの道通ったわ。海沿いに線路があって、でなんか右にも線路があって、で真ん中道路みたいな、なんかそんな道あったね。いやいいね、この辺ならではのなんか景色というか、なかなかいい景色です。台湾料理だって、安い、うまい、ボリューム満点。今日は定休日だそうですね。3連休明けの火曜日だからさ、ちょっと今週は休みのお店多そうっすね。火水と連続で休んだりとかね、水木で休んだりとかありそうだね。3連休明けの平日はあんまり旅行しない方がいい説あるな。ちょっと定休日と被りまくってしまう。これじゃない？ここだ、展望広場で、これ駐車場がこの先なのかな。なんかこれ閉鎖されそうなもんだね。これ何時に閉鎖すんだ？夜8時以降ね。夜8時以降だからまだ大丈夫ですね。夕日見てる間に閉鎖されたらたまったもんじゃない。誰もいないよ。車1台もないと怖いな。不安だね。すごい、もうすぐビーチがある。よいしょ。続いてやってきたのは堤ヶ浦公園でございます。今駐車場がここで、憩いの場海岸通り。こっちはアスレチックマンだね。冒険チャレンジランド、ターザンロープ。まだ怪我がねよろしくないので、この辺散歩してって感じですね。すごい、めっちゃいい眺め。東側だからさ、夕日は見れないかもしんないけど、にしても結構いい眺めなんですよ。誰もいないのが不思議なくらい素晴らしい景色だ。奥はこれ全部水平線ですね。海が広がってます。ちょっと白飛びしちゃってるな。すごー。いいね。このいい雰囲気だ。これなかなか穴場スポットじゃないこれ。ここトンネルなんかあんの？へえ、海運トンネル。すごい、ここのビーチめっちゃいい。すごいいい雰囲気。このトンネルめっちゃ縁起のいい名前ですよね。海運トンネル。ここを通過するとなんか運気が上がるとかあるんですかね。いやー、今日はね、海も山も川もね、それぞれの景色を堪能できてよかったです。そして天気もね、晴れも雨も両方楽しめました。そしてまさかの車に戻った瞬間に雨が降ってきました。なんということだ。今日はなかなか天気が不安定ですね。ほんとさっきラッキーでしたね。で近くにねお寿司屋さんがあったはずなので、そこでテイクアウトして、ホテルでダラダラ食って、で寝よっかなっていう、今日なかなか寝不足なんでね。ということで一旦ホテルに行きますかね。ここは港オアシス U レストランカフェ鮮魚道の駅。てかこっからもう入れないのか。さっきの場所でしかもう出入り口はない。入れないんかーい。てっきりこっち側もあると思ったら入り口なかった。この辺はね最終日も通りますから、あさって寄ってみるかね。これは漁港ですかね。で海沿いに出ました。
188号を進んでおります。目的地まではあと約10キロですね。そうね、左が山陽本線。晴れの日の朝日の時間帯にちょっとこの辺ドライブしてみたいね。でもうちょっと行って左橋渡ったらあれか周防大島ですかね。すごい、なんかでかい橋が見えてきました。すごい、結構でかいね、こうやって見ると。あ、大島大橋っていうんだこれ。周防大橋かと思ったら大島大橋でした。下関市はめっちゃ広かったんですけど、この辺はね細かく分かれてるんですよね、市区町村が。周防大島町と柳井市と光市となんかねいっぱいあるんだよね、なんか町と市が。すごい、なんか後ろが暗くてさ、前の奥の方がさ明るいからなかなか神秘的です。でまた線路と道路が入れ替わって海沿いが道路で右手が線路になりましたね。いつの間にかに入れ替わってるわ、そういえば。いつ入れ替わったんだ。そしてこの辺りから市街地付近ですかね、急に開けてきました。2車線になって、左がフェリーターミナル。松山行きフェリー乗り場。こっから愛媛行けるんですね。船旅もちょっとやってみたいね。トライアルがある。懐かしいトライアル。トライアルってさ24時間だよね。めっちゃ混んでるね。とりあえずトライアルがあればなんとかなるみたいなのあるからな。あと 1.7 キロでホテルでございます。駅が近いからこのままもう線路沿いに進むだけか。これじゃない？柳井クルーズホテル。すごい立地いいですね。これ入って、でもこれがホテル。よいしょ。こういう感じですね。これ斜めに刺す感じね。めっちゃ広い。カプセルホテルでさ、普通のカプセルホテルの部屋嫌だったから個室で探したらツインルームしか空いてなかったんですよね。これなんか広すぎて怖っ。絶対これ一人でさ泊まる広さじゃないのよ。無駄に広い部屋にしてしまった。てかまあ空いてなかったからな。シングルルームがないんですよね確か。結構眺めいいですね。であそこがもう駅なんだ。駅からめっちゃ近い。ドラッグストアとかも近くにあるね。なかなか立地がいい。1階には金魚がたくさんいました。なんかイベントがあるんですかね。そしてお持ち帰り予約してのんた寿司やってきました。まあせっかくホテル広いんで部屋でのんびりいただきます。ということでホテルから一番近いお寿司屋さんでテイクアウトしてきました。確かね去年ね広島旅行行った時も行ったかな。広島とか山口とかこの辺りで展開しているお寿司屋さんですね。1人前で2200円です。まあちょうどいい量だね。ということでいざ実食。これはタイかな。いただきます。うまいね。これは中トロ。エンガワとウニとイクラでうなぎ。これがタイっぽいな。生エビ、赤エビ。上からパックの醤油かけたんで見た目はちょっとあれですけどね、結構美味しかったっすね。お風呂に入ってきました。今回は大浴場がないホテルだったんで普通に部屋で入りました。とりあえず風呂上がりのレモン炭酸。うまっ。もうすぐ8時なんで今日はもう爆睡ですね。明日も5時ぐらいに起きようかな。明日もですね人生初のエリア。明日は周防大島ドライブ旅でございます。ということでぜひこの機会にチャンネル登録して次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。Thank you。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。